息子は親父の趣味に引っ張り出されて、それで結果ポルシェを買うと、それを受けてパパも買うという。ボーイズ&ユルズ TV、 今日もかっこいいオーナーさんとこのかっこいい車に来ていただきました。お名前は？上野史郎と言います。史郎さん、年齢は63になります。どちらからいらっしゃいますでしょうか？大分市ですね。ここは大分のいらっしゃったっていうか、大分市に住んでおります。はい。で、僕らがいらっしゃったですね。大分まで今日はロケに来ました。お仕事は？飲食店関係の調理場の機械とかを販売する仕事をやってます。それと別にメンズアクセサリー、シルバーアクセサリーの店をやってます。あ、そうなんですね。はい、そしてこちら車なんでしょうか？ポルシェ911カレラ997っていうタイプですね。年式は2005年です。保管環境どうなってますか？自宅の中のガレージに停めてます。そういうことで今日はですね、史郎さんとポルシェ911タイプ997でございます。この大分の港からお届けします。お楽しみに。史郎さん、愛車遍歴を教えてください。はい、免許を取って初めて乗った車はスバルの R2 っていう 360cc の車ですね。ですね。そしてその次はトヨタの TE27 っていうレビントレノっていうカローラスプリンターのそれのトレノ乗ってましたね。丸めの頃ですよね。丸めです、ね。はいはいはい。その後に乗ったのは KP61 スターレット。そしてその次は4代目はなぜか急にフォルクスワーゲンビートル。あれいきなりそっち行っちゃったんですね。そうなんです。ビートルはもともと形が好きで一度は乗りたいなと思ってて買いましたね。年式はそれは1970年昭和45年式で、もうその当時は36万とかそんな金額で売ってくれるっていう話で、なるほど、親父に月1万で3年払うからって言って36万借りて買いましたね。いいですね。親ローンって親ローンで買って、トヨタからフォルクスワーゲンビートルに行って、そして次はビートルしか持ってなかったんで、通勤も遊びも全部そのビートルでこなしてたんですけど、朝の通勤途中にエンジン焼き付かしちゃって、オイル交換のランプがついてたのを知っていながらまだいいだろうと思って乗ってて、ある日突然焼き付いたみたいな感じで。なるほど。軽自動車、ホンダの初期型のトゥデイが販売された頃で、丸めのね、あれがちっちゃくて可愛かったんで買いました。大ヒットしましたよね。そしてホンダ行かれましたけど、やっぱり車好きなんでしょうね。ゴルフ2がちょうど1年落ちとかそういった中古車が出始める頃で、ゴルフ2を買いましたね。フォルクスワーゲン戻りましたね。戻りました。挟んで、そしてそれからは長いですよ今日は。長い。ゴルフ3の GT に乗りました。来ました。そして5年ローンで買ったんですけど、5年終わった時に横浜にフォルクスワーゲン専門のチューニングショップっていうか、専門店ですね。全部をやり替えてもらおう、車1台買うぐらいのお金をまた欲しい車がないから、でゴルフ3の GTI をバキバキにする。そうですね。できましたっていう連絡があって、大分から飛行機で羽田に行って、羽田から横浜に行って受け取って、陸の上を帰ってきました。高速道路ずっと帰ってきた。それでちょうどドイツツーリングカー選手権っていうのが、アルファロメオの155っていうのが大活躍してて、どうしてもなんかその155の V6 エンジンが乗ったやつが欲しくなって、ゴルフ3の GTI を持った上で新たにもう1台2台持ち、人生初の2台持ちがここで始まる。2台持ちが始まります。でやっぱりアルファロメオのデザインとか歴史とか物語的なものを知れば知るほど深みにはまっていくっていうか、それでスパイダーをシリーズ3って言って、ちょっと古い中古車を持ってる後輩が手放すみたいな話で、じゃあ俺が買うわみたいに、ちょっとその時期3台持ちみたいな感じ。
どっぷりアルファロメオにハマってるじゃないですか。そうなの。もうだからアルファだけで何台乗ったかなっていう。結構今4、5台乗ってますね。ですね。はまあそんな感じでずっとアルファロメオ乗り換えながら、最終的にアルファは147の GTA に乗ったんですけど、はい、アルファ 147GTA を買うためにスパイダーデュエットを、はい、一緒に処分して、アルファの 147GTA を、まあ仕事も趣味も、もうこれ1台でと思って買ったんですけど、ファミリーカーもそうですね。だんだんそこそこの年齢になってきて、そんな車もっていうつもりで、もうなんか移動できて故障せんかったらいいよ、そんな感じでスズキのスイフトを買って、もうアルファの 147GTA を処分して、でスイフトに乗ってましたね。でもう多分車はそんなスポーツカー買ったりとか、そういうことはないだろうなと思っていたんですけど、ちょうどその頃息子が社会に出て、ポルシェを買ったんですね。社会人買ったばっかりね。996、社会人1年目で。996、このマクマの世代。そうですね。親と一緒で無茶なローンを組んで買ったみたいで、それ乗してくれよみたいな感じで乗ったら、あ、本当にスポーツカーなんだと思って。お父さんが好きな観光忘れちゃったな。そうなん。蘇ってきて、しかもでなおと違うし、なおかつ51歳ぐらいだったと思うんですけど、この年ですね。55とかになって欲しいと思ってもローンは組めんぞと思って、今しか買えないぞみたいな、それで買いました。買ったのは54だ。ということで、いろいろ乗ってらっしゃいましたけど、最終的に息子さんが買ったポルシェをきっかけに上野白さんはポルシェをご購入なさいました、という話でございますね。白さん、改めてなぜ911にしたんでしょうか。スポーツカーを作るメーカーが作ったスポーツカーだと思うんですね。もう正直にスポーツカーを作ろうと思って出来上がったスポーツカー、その人たちの思いの作品に乗りたかったし、自分のものとして所有したかったっていうか、そういう気持ちで選びましたね。なるほど、特徴は白さん的にどうですか。いや、ポルシェのすごいところってそんな派手さも華やかさもないんだけども、運転してみたら、あ、こういう風に回転が上がってって、こういう風にスピードの感じを感じるんだとか、こんな風に止まるんだとか、こんな風に曲がれるんだとかいうのが、もうこうしたいっていうのがそのまんまきちんとできる車っていうのを、多分エンジニアたちはそういった車を作ろうと思って作ったんだろうなっていうのが、本当細かいところまで伝わってくるっていうか、買ってよかったなと思ってます。なるほど、本当にピュアスポーツだと、思想も全て良いで、格好もね、見た目もずっとこれでやってますしね。ですよね。そういったところも物語として好きですね。なるほど、ストーリー性がたっぷり詰まった歴史のある車でございます。白さん、ここはちょっとのポイントってありますか。ほとんどの修理は僕の身近な普通の修理工場さんで見てくれてるんですけど、どうしてもポルシェセンターでないと用意できないパーツとか、システムのなんだとかいうことになった時に大きな金額がかかる。そうですね。もうそこだけかな。あとはそんな、結局全部許せちゃうからまあそういうこと、そんな感じですよ。ということで、この何でも許せちゃうこの911乗ってみましょう。楽しみです。はい、ということで911に乗り込みました。マニュアルですよ、白さん。これは楽しみでたまらんですね。マニュアルですね、車を。やっぱマニュアル。マニュアルしか乗らん。何台か乗っちょりますけど、あんまり乗っちょらんですよね。ですね。実はですね、僕下関の出身でですね、非常に言葉がですね、近い。北九州と大分は近いですよ。そうですよね。僕も大分弁ってどんなんかなと思っとったんやけど、あんまり変わらんけ、なんか変わらんけ。そうなんです。ということで、翔さん今911乗り込みましたけど、初めて約10年前に買って乗って所有してどんな感想でした？車の動きとかそういったものはもともと息子が持ってた996に乗ってたんで分かってたんですけど、自分のものになったっていう嬉しさと、
本当に操作感っていうのがすごいなと思いましたね。なるほど。皆さんご存知だと思いますけど、後ろにエンジンがついてて、後ろが駆動するわけですか。リアエンジン、リア駆動、RR っていうのはこれで3代目3代目ですね。ですよね。じゃあある程度フィーリングは全然違いますやっぱり。後ろだからどうだっていうのは僕にとっては全然違和感も何もない。とはいえやっぱ後ろにあって後ろが重くて後ろで回っとるねっていうのはそれは感じます。でやっぱり前が軽いのも分かります。運転手が。ただポルシェのエンジニアたちは全然違和感ないようにちゃんと進めるようにしようと思って作ってきてるんじゃないかなと。まあそれはそうですよね。一番最初にポルシェを作った時からずっとこの形でずっとこの形態で作ってるわけですから、研究に研究を重ねてアウトバンドも街中でもどこでも走れるようになってるわけですよ。乗る頻度はどんな感じですか？乗る頻度は土曜日日曜日祭日の晴れた日しか乗らないんですよ。今日良かったです、晴れてて。良かったです。じゃあそんなにもう大事にまあですね、大事にっていうか純粋に車の運転をする時に乗るっていう感じで何かの用事のために乗るっていうことはないですね。もう一台お持ちでいらっしゃいますよね。仕事でも使ってるトヨタのカローラツーリング。はい。それはもう普段乗りで。そうですね。これ特別な乗り物ということでございますね。なんか今日もおしゃれされますけど、いつも乗る時はこんな感じですか？結構服は好きですね。家内に言わせるとやからっぽい服が好きっていうけど。いやでもなんか渋いおじさまが着ていらっしゃるからこういうとってもお似合いですし、実は今日は僕はシロさんにお洋服お借りしまして持ってきてた衣装が全く合わないってわけじゃなかったですけど、最初から借りる気満々で今日は甘えちゃっております。ぴったりの悪者か。ありがとうございます。悪者か。最高。いいですね。ありがとうございます。月の維持費どれぐらいですか？毎月いくらかかってるっていう認識はないですね。ガソリン代ぐらいのもんで、あと保険ぐらいですよね。そうですね。駐車場代もないし、乗った分ちょっとかかるかなぐらい。そういうことですね。ただ8年ローンっていうローンで買ったもんで、車両費って言えばそのクレジットローンのお金ぐらいで維持するための費用っていうのは特にかかってないですね。なるほど。どういう場面が似合う車だと思います？ポルシェ。走れる場所、なるほど、気持ちよく流せる、確かにいい道ですよね。時間とかそういう道路のところにぴったり合う車だと思いますね。なるほど、いいな、乗ってみたいな。運転してみてください。いいですか？はい。やったー。じゃあ、大分まで来て僕はポルシェ運転させていただきます。それでは変わりました。行きます。レッツゴー。レッツゴー。やっぱり後ろから看板すごいですね。おー、気持ちいい。さっきシロさんがおっしゃったようにこれが醍醐味ですね。ですね、いつ運転するかどこで運転するかっていうのは本当に大切かなと思うんですけど、こういう広々としたところで存分には回せないですけども、公道ですから。まあでもそんなスピード出さなくても、ちゃんとした車だなっていうのはすぐ分かりますね。ただ普通に制限速度で走っても、僕は楽しいですね。そうですよね。今は制限速度ないでございますが、やっぱりこの5連メーターが景色がいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。真ん中にタコっていうのがね、本当に気持ちのいい車でございますし、このですね、今中速域間でも結構綺麗に回ってくれるっていう、回りますね。音がね後ろから聞こえてくるっていうのもいいですね。なんともうポルシェならではですよね。あとやっぱ匂いがね、このドイツ車のねなんとも言えない。なんでしょうねこれ。なぜかドイツ車はドイツ車の匂いがするな。やっぱ音、匂い、で足の硬さみたいな、なかなか独特な気持ちよさがありますね。気持ちいい。シロさん、趣味とかはあるんですか？バンド活動とかもやってて、トリオでロックのバンドなんですけど。そうなんですか？それもやってますね。どれぐらいやってらっしゃるんですか？楽器持ったのは中学生ぐらいからで、バンドは高校生の文化祭バンドみたいな同級生でやって、社会に出てから地元に残ってるやつらで、バンド組んでやってて、もうそのままずっとですね、今やってるメンバーは2018年からかな。ちなみに楽器は何ですか？ギターボーカルなんですけどね。あ、そうなんですね。
ずっとやってらっしゃって。もうずっと40年ぐらい、もうちょっとやってますね。子供さんがねポルシェを買われたってお話あったんですけど、はいはい、息子さんですよね。息子さんもお父さんでいろんな車をどこら辺から記憶してるんでしょうかね。多分ね、息子はゴルフ2の時から記憶してます。で息子がちょうど物心ついてぐらいの時が、僕が一番サーキットの壮行会アマチュアレースみたいなやつがあって、それにハマってて、息子は親父の趣味に引っ張り出されて、はいはい、連れ回されて、はい、それで結果ポルシェを買うと。そうですね。親父よりも先にポルシェ買いましたね。そしてそれを受けて、パパも買うという、はい、なかなか英才教育をそこからこう、ね、返してきたって言ったらあれですけど、まあそうですね。なかなか面白いリターンですよね。リターンですね。いいですね。そう、英才教育バッチリですね。いい子じゃないですかそれ。いややっぱりポルシェってすごいポルシェなんですね。どの世代になっても911は911で。まあポルシェなんか面白くねえだろうっていう人もいるかもしれんけど、やっぱりその聞いたことあります。よく作られた車と思います。そうですよね。こんだけベストセラーで10年も作られてですよね。形も基本理念変わらずにやってる。そしてこんなカリスマ的な存在であって大人気。もうこっちもすごいじゃないですか。そっちもすごい。はい。すごいご機嫌でございましたし、楽しい車ですね。運転までさせていただきありがとうございました、シロさん。はい。じゃあ最後に100点満点中何点でしょうか？95点。お、5点足りない。その理由は？まあ何事かあった時の費用がかさむっていうぐらいで、純粋に走りとか車に対するもので言えばもう100点なんですけど、なるほど。まあ所有して維持していく上での話で言えば、まあ5点ぐらいマイナスしといた方がいいかなと。わかりました。そんな感じです。はい。はい。そしてこの車、乗り続けますか？ちゃんとした力が発揮できるように維持してずっと乗ってたいですね。はい、今日は上野史郎さんと、そしてポルシェ911997でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。日が暮れてきました。またね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。